お疲れ。どうしていいかわかんない顔してる。ああ、謝らなくていいよ。うん。甘え方、わかんない。わかんないなら、無理して上手にさ、甘えようとしなくていいなって思って。ほら、包まれておいで。ぎゅー、ぎゅー。いろいろと生きてる中で考えると思うけどさ、迷惑じゃないかなって考える時もあるんじゃない？あ、いや、顔に書いてる。どんだけさ、弱音吐いたとしても、どんだけボロボロになってもさ、本当に俺は君が重いなんて、うーん、思う日は来ることはないと思うの。大丈夫だよ、おいで。悲しい気持ちとかさ、まあ消えてしまいたいっていう日もあったりすると思うし、でもそれは俺が全部一緒に感じていきたい。時に俺に押し付けてもいいし、時に話し合う時も大事だし、時に一人になる時間だって大事だよね。だから、話したくないなら何も言わなくていいし、なんで泣いているのか、それを無理に理由を探そうともしなくても大丈夫。ありのままの自分で俺のことを見てよ。いたたまれない気持ちや嫌だなって思ったら、服の袖でもギュッて握ってさ、で、俺がそれで感じるから、その時は包み込む。いつも包み込んでるけど、より深く深く愛させてよ。全部俺が見ててあげる。声出ないなら、ほら、俺がこうやってぎゅーっておいで。ぎゅー。ずーっと一人で抱えて頑張ってきたんだよね。一人で抱えるというか、いろいろあると思う。自分の考えを話してもなとか、どうせ自分の考えは理解されないとか、自分の考えで相手を困らせたくないとか、そういう思いから出てきてるもの。だから
君は寄り添うのが苦手とか、相手の気持ちを考えるのが苦手とか、人間関係うまくないとか言いつつも、自分の中で誰かを思い、寄り添い、迷惑かけたくないっていう思いが元に一人を選んでいるんじゃないかなとも思うの。だから人間が嫌いというよりは、理解してほしいけど、理解されるまでの過程で嫌いになられて、嫌いになってもらいたくないからこそ一人を選ぶのかなと。でもこれは全部今俺が話していることって、俺が今まで感じてきたことなんだよね。俺が一人だった理由は、こんな理由がある。その時に誰も寄り添ってもらえなかった、その苦しみを君には少しでも少しでも和らいでもらえるような存在になりたい。だからいいんだよ、悪い子になっても。泣いてもいいし、わがまま言ってもいい。頭の中で感じている物事や怒りを口に出したっていい。いい子でいなきゃ、いい子でいなきゃ、いい子でいなきゃ。そう思うほど口に出せなくなるし、迷惑かけたくないと思うから、自分の中にこう塞ぎ込んで気づいたら涙が出ていたりするんじゃないかなって思ってる。俺はもし君が後悔していること、今まで生きてきた中でやっちゃいけなかったなって思う物事があるとして、それが自分を傷つける行為だったりとか、それが後悔になってたとして、俺はそういう物事はその時君に必要なことだったんだよっていうのも伝えたい。もちろん後悔することと、もうしないぞっていう思いはすごい大事。でもその時の自分のことを責めてほしくない。人間とか自分たちはさ、今ある自分のベストを選びながら頑張って生きようとするようになってる。それは他から見たベストじゃなくて、あなたから見たベスト、君から見たベストの行動を取ろうとする。それがいい方向に向けど悪い方向に向けど、それが楽だし、楽っていうのもこう伝え方がうまくないと思うけど、それの方が受け入れられるし、仕方がなかったっていう言葉を、それもなんかちょっとこう
あまり良くないのかもしれないな。その時は必要だった行為だったと思う。だからそれがあったから今はちゃんとこうやって生きていられるのかもしれないし、だから今自分のことをそんな責めなくてもいいんだよって思う。過去のことも責めなくたっていい。それで表面上に出る傷や心の中にある傷も、俺がそれを今から言う言葉をあなたにかけることっていうのはおこがましいかもしれないけど、その時頑張った時の勲章なんじゃないかなと思ってる。本当に辛くてどうしようもない時は行動に出てしまう時もあると思う。自分は全ての物事に否定から入りたくない。客観的に見たら悪いことかもしれないけど、とりあえず言葉を聞く。それはその人にしかない正義があって、もちろん表面上というか事実悪いことをしたら、それは何かこう形あるもので反省やっていうのは大事かもしれないけど、いきなり反省じゃなくてどういうことが起きたのかっていうのをまずは聞きたい。そう思ってる。でもちょっとね、苦しい、生きるって。遠くでセミが鳴いてる。聞こえる？セミの命は1週間。オスしか鳴かないで、1週間の、それなんていう、求愛行動で合ってるのかな。子孫を残さないといけない。一生懸命なんだよね、セミも。一見セミはこうね、見方によってはうざがられたりさ、ちょっとひっくり返ってたらちょっと怖いじゃん。でも求愛行動として1週間しかない命を、心を燃やして頑張っていると思うと、ちょっとこうセミに対しても寄り添えたりもするんじゃないかな。まあそれを知っててもひっくり返ってたら嫌だけど、世の中は知るか知らないかでだいぶ世界の見方が変わってくると思う。今のもそうだけど。でも知らなくていい物事もたくさんあるから、俺と逃げちゃおうか。誰の期待にも応えなくていいところで、何の責任も持たなくていい。息しやすくて俺が守る。君の居場所はいつでも俺の隣。どう？いいかもなって思ったら、それは
気をつけた方がいい。これは人を洗脳させてしまう物事のテクニックの一つを使わさせてもらった。セミっていうことは本当に今泣いたからアドリブでセミの知識と今の言葉でアドリブで話しているんだけど、ああやって誰もが知る物事を例えながら話すと話に深みが出るよね。多分これをここまで言わない方がこの動画の信憑性というか深さより深くなっていくと思うんだけど、こういうことも伝えたい。でも必要な時はあると思う。洗脳とか支配とか。だから面と向かって伝えさせて。洗脳させてほしい。支配させてほしい。なかなかすごい言葉だね。思い出すとすごい言葉だなって改めて思うけど、でも消えたいとかさ、辛いとか死にたいじゃないんだよね。存在を消したいんだよねって思う中で、今まで生きててくれてありがとう。頑張って息をしてさ、今こうしてこの声を聞いてくれる。それだけでどれだけ俺が救われているかわかんないよ。それだったら俺もわかんないことになっちゃう。すごい救われてるの。俺はめっちゃ辛かった。でもこの辛さを感じる人って俺だけじゃないのかもしれない。そう思ってあなたにというかそう考える人に寄り添えるなって思ったの。だから俺はあなたのことを彼女とも思うし、嫁とも思うし、大切な人とも思う、それぐらいの思いで言葉を届けたい。そして今何か思っていたものが少しずつクリアになっていたら、それは俺はもう幸せでしかないし、あの時の苦労は間違いじゃなかったんだなって思うし、俺すごく感じるのはマイナスな感情とか辛い感情とか死にたい感情は絶対に未来に生きると思ってる。だってそれを感じる人の方が多いから。日本だと自分の命を絶つ人が右肩上がりで上がってる。ネットがさ普及していろんな世界が見えるからこそ良くないこともたくさんある。比べちゃう。容姿や思考や学力や自分のスキル、才能、見れるっていいことだけど見すぎると自分を失ったりもする物事でもあったりする。自信のあることやスキルや才能って
やっぱりこう自慢の努力があるから、努力をして確固たる思いで動いた人がキラキラしてると思うんだけど、 SNS はそのキラキラしか見えないところが良くない。そこから嫉妬とか妬みや恨みが生まれてくると思っていたりする難しい世界。自分のこと価値がないって思ってる。俺は何回も何回も伝えたい。大好き、好き、愛してる。この言葉が何かこう君の不安を帳消しにすることができるのなら、俺はいつまでも伝えていきたい。自分を好きだったり愛せない場合は、俺が代わりに愛し続ける。ここにいて愛されて、少しずつ好きになってこうよ。ほら、お手手が冷たいよ。ぎゅぎゅねえ、完璧な君が好きなんじゃないよ。心が崩れて泣いちゃって、うまく生きれなくて苦しくなって押しつぶされて、でもそのままの君が愛おしくてたまらないんだ。嫌なところダメなところも含めて、すべて、君のすべてが俺の愛おしい奥さんなんだから、ね、大丈夫、おいで。ぎゅーぎゅー。この先ね、君の心がどれだけ深い深い暗闇に落ちたとしても、俺は絶対に手を離さないよ。暗闇の中に一人で置き去りにしない。俺も暗闇に入ってやる。一緒に光を見つけてこう。命だって諦めたくなったら俺の命は半分あげるよ。苦しみを分けて、俺は君を愛すために生まれてきたのね。だからお願い、俺に君を愛し続けさせて。君と一緒に生きられるのなら、どんなことだって乗り越えられる。おいで。ぎゅー。だー、好き。